タルハ、ビン、ウバイドゥッターは次のように伝えた。ナジュド出身のボサボサの神の男がアッターの使と、彼に神の祝福と平安あれのもとにやってきた。私たちは彼の大きな声は聞こえたが、何を言っているのか理解できなかった。彼が近づいてきて、イスラム教について尋ねていることが分かった。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはこう言った。昼と夜、24時間に5回、完璧に祈りを捧げなければならない。男は尋ねた。他に、祈りを捧げることはあるか。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、しかしナワフィルの祈りを捧げたいなら、捧げることができます。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはさらにこう言った。ラマダン月には、時期を守らなければならない。男は尋ねた。他に断食はあるか。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、しかしナワフィールの断食を守りたいなら、守れます。それからアッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはさらにこう言った。あなたはザカート、義務的な記者を払わなければなりません。男は尋ねた。ザカート以外に私が払わなければならないものはありますか。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはこう答えた。いいえ、あなたが自分で施しをしたいのでなければ、そして男はこう言って退いた。アッターにかけて、私はこれ以下も以上も行いません。アッターの使と、彼に神の祝福と平安あれはこう言った。彼の言ったことが真実なら、彼は成功するでしょう。つまり、彼は天国を与えられるでしょう。ハディースの説明、イスラムの法とその柱を適切な方法で誠実に実行すること。それは成功と繁栄への道であり、復活の日の恐怖から救われる理由です。このハディースの中で、タルハ、イブン、ウバイドゥッタ、アッターの慈悲がありますようには、ヒジャーズとイラクの間にあるアラブ人の地、ナジドの人々から一人の男が預言者、アッターの祝福と平安あれのもとにやってきたことを伝えています。その男はディマーム、イブン、タラバで、旅の疲れで髪は乱れ、声は大きくて誰にも聞き取れませんでしたが、アッターの使と、アッターの祝福と平安あれのところへ行き、イスラームの法律について尋ねました。すると預言者、アッターの祝福と平安あれは、イスラームの行いの中で義務付けられている最初のことは、1日5回の礼拝であると答えました。彼は毎日、夜ごとにこう言いました。この5つの祈り以外に、私に義務付けられている祈りはありますか。預言者、神の祝福と平安あれは、義務的かつ推奨される祈りのいくつかを自発的に行わない限り、これら以外の祈りを行う必要はない、と問えました。それから、預言者、神の祝福と平安あれは、彼に断食について、そしてラマダンの断食をしなければならないことを伝えました。断食とは、夜明けから日没まで、礼拝の意図を持って、食べること、飲むこと、断食を破るその他のすべてのこと、そして成功を控えることです。彼は言いました。他に何かできることはありますか。彼はこう言いました。ラマダン以外の日に自発的に断食しない限り、他に何もする必要はありません。それは望ましいことであり、あなたはそれに対して報酬を得るでしょう。それから彼はザカートについて語った。ザカートとは、法定の金額と限度に達したすべての富に対して義務付けられている金銭的な崇拝行為であり、それから1年が経過すると、退院歴、ヒジュラ歴10分の4がそこから差し引かれる。また、家畜や牛に対するザカート、作物や果物、貿易品に対するザカート、そして地中から掘り出された埋蔵財宝である財宝に対するザカートもそれに含まれる。鉱物については、その数とザカートの時期に応じて定められている、と言われた。ザカートを適切にそれに値する人に与えることは、富の祝福を増やし、来世で大きな報酬をもたらします。ザカートを惜しんだり、それに値する人から差し控えたりすることは、コーランとスンナの多くのテキストで説明されているように、この世と来世で悲惨な結果をもたらします。ザカートは、それに値する人に与えられます。全能のアッターの言葉に述べられているように、ザカートの支出は、貧しい人や困っている人、それを集めるために雇われた人、心を和解させようとする人、捕虜や負債のある人を解放する人、アッターの道のため、旅人のためにのみ行われます。これはアッターによって課せられた義務です。アッターは全地にして秀明であられます。はじめ中括弧全知全能、賢明なるお方終わり中括弧後。タウバ、60男は尋ねました。他に何かしなければならないことはありますか。彼は言いました。いいえ、それ以外の事前行為をしない限り、それは報奨を得られる自発的な行為であり、怠れば罪となる義務的な行為ではありません。そこでその男は、自発的な行為をすることによってこれらの義務的な行為以上は行わず、また怠ることもしないと神に誓いながら立ち去りました。そこで神の使と神の祝福と平安あれは言いました。もし彼が真実を語っているのなら、つまり彼が言うことに真実を語り、全能の神のために誠実にこれらの柱を実行するのなら、彼は成功したのです。
彼は自発的な礼拝行為を一切行わなかったにもかかわらず、天国を勝ち取り、地獄から救われました。ハディースでは、シャリーア法で義務付けられていることに自分を限定すれば成功するが、これは自発的な礼拝行為を行うことが推奨されないことを意味するものではないとしています。なぜなら、ボランティア活動は復活の日に義務的な義務を果たすことになるからです。